はい、阿部姫です。パリ編。はい。2021年に東京オリンピックが終わるじゃないですか。終わって、東京オリンピックが1年延期したので、3年もないな、2年半っていうところだと思うんですけど、オリンピックでちょっと燃え尽きたってあります？いや、ないかな。オリンピック終わった後休まれる選手とか多いじゃないですか。休んだのは休んだと思うけど、そんな長期で休んでないかもな。もう短かったから割と早く練習始めたし、でもまあ一個でかかったのは、僕の一緒にパートナーでやってたいるんですけど、ひろきってがちょっとこう病気になっちゃったみたいなが僕の中では一番大きかったかな。空気重い。パートナーがこういなくなっちゃった時どうするんですか？毎日泣いてましたよ僕入院してたんで今いるんですけど、毎日病院行ってたし、毎日泣いてた。毎日病院来てくれて、すごい目がパンパンでまあ酔っ払って来てるのかなみたいなまだ休み期間だったんで、僕には泣いてる風は見せないんですけど、目腫れてるなぐらい。じゃあ泣いてたのも本いや、嘘とかあるんですか？あと、まあ、だいぶ先に周りからあの時はすごい君泣いててっていうのを聞いて、あ、そうなんだっていう。でその間はもう別のパートナーとか見つけて、そうですね。でもいつもやってる人と違うので、なんかまあルーティン的にちょっとまあ言い方あれですけどやりづらいとか、ちょっとストレスに感じる部分とかもまあやっぱそれはありますよね。正直そのパートナーやけど心のケアみたいななくなるのはすごいありましたね。その期間どのぐらい？12月に病気になっちゃって、僕4月の福岡の選抜体重別に出ないといけなくて、でもなんだかんだひろきも頑張ってくれて一緒にはついてきたな、福岡。でその見に来てくれるとかが大事で、僕は大会で勝ったけど、大会に勝つとかどうのこうのよりも、なんかそういうのがすごい僕の中でも大切だったかなっていう。22年の戦歴だけ見ると体重別もグランドスラムの世界選手権も優勝してるんで、まあ、順調なのかなってこの確かに思っちゃいますけど、裏では結構複雑な感じがあったかな、僕の中では。いきなり金メダリスト阿部一二三のパートナーになるっていう人もずっとついて見てた人じゃない人が急に一二三さんにつくわけじゃないですか、プレッシャーって半端ない。いや、あると思いますよ。プレッシャー半端ないと思うし、まあでも僕は勝たないといけないなっていう。そのパートナーもね、後輩なんですけど、なんかついたから負けたとか言われたくないし、僕は変わったから姫結果残してないなとかも絶対言われたくないから、そういう思いは絶対ありますね。ちなみに見てる人はパートナーって何ぞやっていう人だと思うんで確かにちなみにパートナーの方どこまでやってもらうんですか？いや、練習行くんだったら車運転して、僕いろんな大学に練習行くんで、その運転したりとか、あと試合の打ち込みだったりとか、練習前のアップをやったりみたいな。ちなみに阿部一二三のパートナー、ここが大変っていうのあります僕結構特殊で、同級生で、まあ、最初友達から入ってるんで、友達の延長仲良くしてて、そこからなんか始まったみたいな感じだから、なんかまあそんなに友達感覚だったんで、僕の場合はここがっていうのはあんまりなかった。ちなみに一二三さん金メダリストになってここが変わったなってありますないでしょ。ちょっとまあ外の目を気にするようになったまあそれはね、外の顔とちょっとうちの顔ができたかなぐらい。ちなみに今 YouTuber まだ外の顔ですか？まだ全然外の顔だからこうやって喋ってると、だからそうなるから。なのでひろきさんにはどんどん来てほしいなって思って視聴者の皆さん、ひろきさん覚えてください確かに、いつもより柔らかいなと思ったら撮影の場にひろきさんがいる時です、2022年はまあそんな形で世界選手権優勝して、まあ、2023年の世界選手権優勝した。そこでドーハで決まった。代表が内定。そうだからはしょりすぎてんな。東京までの道のりがすごすぎて、パリオリンピックは1年1ヶ月前に最速で代表が確かに東京の時は一番遅く決まったんですか、すごくないですかすごいマジで
自分が最速で内定するなんか思ってないから、まあある意味準備期間をすげえ取れたっていうのはあるけど、逆に1年1ヶ月前に内定しちゃうと準備期間はあるけど追い込みでグワッとみたいにはならない。東京とはまた全然調整方法とかやり方みたいなのが違いました。うん、長く調整期間取れたからいい意味で準備をしっかりできたなっていうのはあるか長い方がやっぱやりやすい。ら。うん、長い方がやりやすい。ここからの1年1ヶ月って調子の波とか怪我とかそういうのって割と怪我は東京オリンピックの前とかちょっと怪我多くて、その1年1ヶ月ぐらいは順調にパリまで持っていけたかな。24年もグランドスラムパリの前に優勝しているので状態としてはかなり万全だなっていうふうに戦歴できると思うんですけど、自分的にも手応えとしてこれは2連覇いけるぞみたいな。なんかでも怖さはあって、負けなしでパリのオリンピックまで来たから、パリで負けたらどうしようとかすごい思うことがあって、負けなしで来るのって完璧だと思うんですけど、なんか一個こうちょっと下がって上がったりするのもあっていいのかなみたいな、それは思ってました。自分的には東京とはまた全然違うプレッシャーのかかり方、うまくいきすぎだなみたいな。パリまでうまくいきすぎてるがゆえに金メダル確定みたいなものがパリオリンピック前から報道とかされてたじゃないですか。もう阿部一二三は確定みたいな、それってなんか耳に入ってきちゃうもんですか？いや、耳に入ってきますね。やっぱ負けた時の反動でかいなみたいなのはすごい思ってたかがないですよ。金確定って最初から言われてるって。ら。金メダル以外、まあ僕の妹の歌が負けてしまったんですけど、それと一緒ですよね。やっぱ反動がでかいですよね。世間の見る人って優勝するもんだと思って見てるから、そこの辛さはありましたね。パリに向けての。パリオリンピックはもう7月の下旬から始まるんですけど、パリはどのぐらい前か1週間前ぐらい。そんな直前なんですか？結構直前ね。それまでヨーロッパの方で合宿していや全然日本で練習してて、そのままパリに入っパリは世界選手権とかでもパリは結構行ってます。グランドスラムっていう大会とかでもパリ行ってるし。比較的慣れた土地ではある。いやあんまりもう見るものとかもないんですけど。ああ、凱旋門見たりとかエッフェル塔見たりみたいなはないっすね。感動したりみたいなあんまりないかな。でもないなない。あんまり現地での調整とかで苦労とかははなかったですかね。結構こうすごい管理されてたから、日本の選手団のためにいろんなたくさんのスタッフが動いてくれてたんで、そういうのはなかったですかね。パリ行く時って競技ごとに選手団って向かうんですか？そうですね。僕らは柔道だけだった移動したのは飛行機で。ちょっとその他のスポーツは分かんないですけど、チャーター機ではチャーターではなかったです。最初チャーターって聞いてたんですけどチャーターではなかったな。世界選手権とかで行く飛行機内とオリンピックで行く飛行機内ってアナウンスの違いとかあるんですか？いや、ないんじゃないですか。僕減量でずっと寝てたから頑張ってくださいみたいなのもあるんですけど、そんなに違いはなかったかな。普通のみんなが思ってるような飛行機の移動みたいな。あ、でもパリ着いてメディアがいるとかはありましたね。世界選手権で行く時とかよりも滞在日数でいうと圧倒的に長い。2週間ぐらいだから。世界選手権とかってどれぐらいなんですか？世界選手権は1週間ちょっとぐらいだから倍ですね。オリンピックは荷物の量の倍になるってことですか？荷物の量も倍です。スーツケース3個ぐらい持ってパンパンっすね。スーツケース他の選手に比べたら多いものですか？いや多いかも。僕枕とか持っていくし、それだけでもパンパンっす。ホテルとかはいつも使ってるところとかじゃなくて、まあ選手村、あ、そうパリは、僕の試合までは個室なんですね、選手で。個室で斉藤達と同じ部屋でも、達は僕の試合終わった日に達が到着。あ試合までは一人部屋です。団体戦までは達と一緒ね。あ、相部屋になる。斉藤選手としてCPAP つけて隣で寝てるんですよ。達が CPAP バーつけて。世界選手権とかでも相部屋になるものなんで。世界選手権は結構一人部屋です。オリンピックはやっぱ選手村の部屋があるから、みんな基本2人部屋みたいな感じですかね。斉藤選手と相部屋になって部屋の中で何してるんですか？達も緊張してたからな。いやもう頑張れよみたいな感じですね。
日程最初の方でヒントって、多分体重上の方が後になりますけど、それをずっとこう後押ししてタズルの後押しをして応援してたかな。ご飯は基本選手村、日本食ある、日本食あります。美味しい。僕らはそんなに困らなかったですかね。味の素さんが全面的にサポート日本選手団はしてくれてたんで、そんなに困ることはまあでも選手村のご飯は 2,3 回食べに行ったけど美味しいとは言われへんけど、まあでも別にまずいみたいな言われてるけどそんなことはなかったか東京と同じく柔道は日程が早いと思うので、オリンピック開幕してからパリの開会式は行ってない2日後に試合やってから全然、東京もそうやけど開会式も閉会式も出てない。パリでも開会式をテレビとかで見てそういいね、出たいなって。めちゃくちゃ雨降ってたじゃないですか。ちょっとはなんかざまあみろみたいなもうざまあみろはかわいそうやなとは思ったけど、ざまあみろはあんまり思わんから、でもかわいそうやなみたいテレビで見ててもすごい雨降ってたな。ので、ね、僕減量末期やったからあんまそんなもん気にしてられなかったかな。開会式の次の日に前日付ける。そうです、まさに減量末期っすね。柔道で個人でいうと角田選手が、優勝してね、はい、永山君負けたね。見てましたね。ルール結構きついなみたいなのは思ってたかな。それをどういうところ、まあ永山君のね、いろいろ言われてるけど判定がこれは違うだろうみたいな、そういうのを見てやっぱりしっかり投げて勝たないとなみたいなは前日にすごい思ってましたね。ちょっと国際ルールっぽい。いやもうオリンピックルールですよね。なんていうか多分審判の人たちも緊張してるんですよね、オリンピックやから。だから投げて勝つのが一番だなって思いましたね。そこから計量終わって試合当日、東京と同じく、詩さんと同じ日で当日とか前日とかに詩さんと連絡とか全然喋らないです。試合の日も全然喋らない。もう多分お互い信用しきってるから兄弟で全然喋らないんですよ。グータッチぐらいでグータッチもしないですよ。もうこんなんしないですよイエーイみたいなのないですね。もう目も合わさないです多分歌と。それぞれで集中、頑張れよもない。試合始まったらベス見守ってる、ぐらいのレベルだからこそ負けた時にびっくりしたっていう。僕ら柔道家からしたらあの試合は正直もう歌の勝ちだろうっていう流れも全て含めてびっくりしましたね。ちょっとひふみさんが初戦の前に詩さんが負けてしまったと思うので、初戦の前にして動揺みたいなものってあるものですか？いやもう自分のことばっかり考えてたっていうのもあるからそんなに動揺はなくて、自分のやるべきことをやらないとなみたいな、気合は入りましたね一段と。東京と違ってフランスで有観客、かつ多分柔道大国だと思うんで観客もものすごい人が入ったし声援もすごかったと思うんですけど、雰囲気とかってどうでしたか？めっちゃ良かったですよ。やっぱり観客が入ってるオリンピックってこうなんだみたいな。東京で無観客で今回有観客でオリンピック経験して、オリンピックってまさにこういう大会なんだなみたいなのは思いましたね。もう最高でしたね。自然とかでも景色うわ最高だってあると思うけど、僕はオリンピックの観客が入ってる景色ってもう超最高だなと思って優勝した時に思いましたね。なんか幸せだなと思いました。ちなみにフランス大会なんで、フランス選手が出たらもちろん一番盛り上がると思うんですけど、フランスの選手以外が出てる時って応援ってどういう感じになるか、フェアな感じなのか、それとも阿部一二三って名前で一二三さんの時にはすごい盛り上がったんです盛り上がってたよな。じゃあ日本の選手だ日本の選手もそうだし、僕がこう試合終わってこうバーって見渡したんですけど、日本の国旗持ってる人が半分以上ぐらい、観客席が日本の応援してくれてる方がすごい多くて、それがすごい嬉しかったですね。だからアウェイとかあんまり感じなかったです。でもあの試合だけは自分の全てが詰まってるなっていう。こういやーきっちーと思いながら腕パンパンやしみたいな、ますます強くなりそう。